今回はこの宮崎の魚大ニベをさばいていきたいと思います。まずこの大ニベなんですけども、これはまあ定置網で、その船の上でこれ脱血したやつね、ここのとこにほげてると思うんだけど、このほげてるはこれ定置網の人たちが取れた時にここを切ってエラんとこかい血抜きをしょっちゃ、血抜きをするのとせんのじゃ全然違うかいね。いいニベ回す時はこういう血抜きがしてあったりとかで、これに比べてこっち見てもらうと分かるっちゃけど、ものすごく魚体がいいっちゃは、魚体がいいっていうのはこの超えてるここの体高幅があって、ここの尻尾までしっかり身がついちゃってって、こういうのをなるべく選んでお客さんにいましたけど、ではまずはこいつは鱗がよめっちゃ多いっちゃわで、なんていう鱗はげこって剥いだら分かる、この鱗の大きさ、一つの大きさがこれぐらい。包丁で包丁でクエとかみたいにこうすき引きすればいいやねえかって、すき引きすればほらすき引きすればもう鱗ってこうやってまとまって取れるかいよ。掃除がものすごく楽やっちゃわ。でもそれをしたらなんて言っちゃう、この皮のところがよまたよおいしっちゃわ。こうプルプルしょってよ食感がいいっちゃわ。これがよものすごく美味しいわけ。若干こうで取ってしまった方が楽やっちゃけど、この皮と鱗と皮の間のよこの銀色のやつを取りたくないかい、これはもう頑張って取るしかない。すき引きするとその美味しい部分が取れちゃう。そうでこれ結構よおろして切り身にしてお湯とかかけたらよこれが全部立ち上がってくるっちゃわ。マダイの松笠作りみたいな感じでよ、それするとなんで見栄えがいいかいよ、切り身にしても、そういうのもありやけどね。何でもかんでもすき引きすりゃいいってわけじゃない。そう宮崎県はニベが多いですもんね。多い、ほんと多いよ。市場にも10本20本上がってる。だから俺も釣りとか行くっちゃけど、タイ釣りに行って、タイよりもニベの方が多いもんね。聞きました。1日やってめっちゃニベ釣ったんですもんね。めっちゃニベ、もう赤い魚が全然おらんじゃね、シルバーしか釣れないっていう。さばいていくわね。まず腹渡入っちゃうかい、こいつは腹渡がね、これのエラがあって、エラめくったら薄い皮があっちゃうわ。この薄い皮だけをこういう感じで軽く切ってあげて、ね、でここの顎元を落とします。こうね落とします。たらこっち側も薄い膜がついちゃうから、これを切ってあげます。こういう感じで、それで、この釜のとこを、真ん中から入れていきます。で腹をこの肛門に向けていきます。開けるとね、ほら胃袋がねえやろ。胃袋は前に行ってます。こう見た時にこういう人オスやなっていうのが分かるっちゃけど、魚詳しい人はですね。これ白子やからオスやっちゃ。でオスの方が腹が分厚いっちゃわ。通な人はオスの方がいいって、腹が分厚いかいって。メスはどうしてもお腹に卵を持つかい、腹が薄くなるっちゃ。大ニベ以外の魚もそうやよ。白子が大きくなってしまったらね一緒やっちゃろうけども、でここの付け根、今切ったけどここの付け根を落としてあげて、これをこう持ち上げて、ここのついてる部分を切っていきます。これはもう骨に沿ってこういう感じでしていくと、中骨がこれやかいね、中骨、こういう感じで切っていきます。そしたらもう取るやね、ペラッとこういう感じで取れます。でニベは
ここに浮き袋っていうのがついちゃうわ。これが珍味でしたっけ？そうそうそう、これ食うとよ。これを食うとよね。もう食べましたけど、なんか餅みたいでしたよね。ああ、そうやっちゃ美味しかったっすね。だからこれだけを集めちょってっていう人もおるっちゃけどよ、これは手で剥がしてあげた方が破けたりせんかい。こういう感じで手だけで外せる。これが浮き袋だから。輸出で韓国やったっけとか行くみて、これが、こいつだけがね。好きなんですね、向こうの人たち。まあ美味しいですからね。ね、ニベは何でも使えるから。ほんとよ、ニベってよ、まあ和食も洋食も中華も全部使えるからよ、こいつね。癖もないしよ。だからなんで日本でこんな安いのかっていうのが疑問ですよね。そうね。ではこの付け根の、腱っていうかアキレス腱みたいなやつがあるっちゃ。これはキッチョ感と後で腹の血合いを取るときに邪魔やかいよ。でここの膜、薄い膜がついてるから薄い膜を切ります。でここに中骨があるかい、ちょっと力入れて切ったところでよ、この奥までは切れんかいよ。ここを切ってあげて、ここはスプーンで取っていきます。スプーンの方がよ、こういう感じで綺麗に取れるっちゃ。血合いがですか？これをブラシとかでしてもいいっちゃけど、結局ブラシの消耗が早いかいよ。スプーンやったらずーっと曲がらん限り長続きすっかいね。水でこう流して手でゴリゴリしてあげれば、さっきの部分の血合い部分は全部きれいになるかいよ。きれいに取れる。じゃあ周りをきれいにしたところで、このニベを3枚におろしていきたいと思います。まずはこの釜ね、釜を落としていきたいと思います。でこのコツがあっちゃけど、こうやって持って落としてもいいっちゃけど、ちょっと落としやすいのは釜をちょっと持ち上げてこういう感じにするっちゃ。こうへの字みたいな感じに、こうすると釜がきれいに取れやすいかい。こう頭の方へ向けて入れていきます。でこの時にここ分かっかな、ここがよね、関節やっちゃわ。骨と骨の間の関節で、中は軟骨やかい。包丁入れた時簡単に切れやすい場所になるっちゃわ。じゃあここをめがけてくるのがベストで、来たらここに包丁合わせて切ってあげます。こういう感じで、ただいくら太い骨でも簡単に切れる。で今度はひっくり返して反対の皮もさっき持ち上げたようにこういう感じで、こっちから見たらこうへの字になっちゃうと思うんだけど、こういう感じにします。で頭が取れます。もう、頭とかも煮つけとかで使えるし、この釜とかも酒蒸しとかよ、そういうのするとよ美味しっちゃ。やっぱどうしてもちょっと生臭かったりとかするかよ、ニベは。お酒で蒸してやると生臭くなくてふわふわなって美味しいです。ではおろしていきます。おろす時にね、鱗ついちょらんかどうか確認しとかんとね、ついちょっ時があるかい。今ここほら鱗がほら取り忘れちゃう。これをこういうの確認せんで、こっちからいつも通りこういった時に鱗が硬くて包丁が入らんかい。包丁が鱗の上を行ってこうしとった時に自分の手の方にこってくるかい。危険やかいね。しかもそこ残りやすいポイントですね。そうだからよく取っちょかんと。それではいきます。いつもと一緒、ここの皮1枚分だけを切ります。皮
1枚だけ、ほんと皮1枚だけ、ほらほんと皮1枚しか今切れちょらんかいよ。皮1枚を切ってあげれば、そこから先はあとはもうある程度骨を見つけながらこう切っていくような感じです。中骨見つけたらもう中骨の上を滑らせるような感じで、中骨の真ん中の太いところ、そこまで切ってあげます。はい、今いきました。でこの魚は特にやっちゃけど、今ニベもそうやし、スズキとかあと畑クエとかもそうやけども、ここの骨を切るのはちょっとよ硬くてよ大変やっちゃわ。なんでここからここでよ骨が終わるっちゃわ、太い骨が。だからここの太いところの上らへんに包丁を置いてあげて、ここを一回切っちょくちゃもん。この上をこってこの骨を切ると、だから細い骨を切って太い骨はなるべく切らん。こういう感じで、あとこの辺も分かっかな、この辺もここで骨が終わっちょっかいよ、太いやつが。本当ですね。ここで終わっちょっかい。こっちからちょっと軽く入れちゃってあげると、こうやって入れちゃってあげると、次こっちから下ろした時と真ん中通す時ものすごく楽やかいよ。ではひっくり返して、また皮1枚、もうここがね半分のとこですよと、真ん中ですよってのは分かっちゃっかい。このヒレの上を皮1枚だけ切っていって、ここまで鱗がついちゃう。鱗多い魚やかいよ。だから加工スーパーさんとかそうやけどよ、加工するの嫌がるとよね。あんまりおろしたくないのが正直なとこと思うちゃは。では今皮ほんと1枚だけ、ほらほんと皮1枚だけ、この1枚だけも切ったかい。ここからまた中骨の上をこういう感じで骨を探して中骨の上を滑らせていきます。ここまで来たらだいぶいい感じやね。こう真ん中までしっかりと包丁を入れて、さっきあっち切っちゃったかいよ、硬いところを、こういう感じでもうすぐ取れるかいよ。そうなればあとはもう、ここは取れちょっかい。ここからここがちょっとついちゃうだけやから、これはもう真ん中包丁を通して、ここまで切れば切れちゃっかい。こういう感じですると、こういう感じできれいに取れます。あと半分おろす時は、一回ひっくり返してもらって、またさっきと一緒です。皮1枚また入れるっちゃけど、あんまり下に行き過ぎると今度はもう包丁が下に飛び出てしまうかい。ちょっと、上らへんを狙って上らへんを行くつもりで、こういう感じで皮1枚切っていきます。鱗がどっかここから出てくるもんね、こいつ。はい、そしたらまたさっきみたいに、中骨を下にして上を滑らせるような感じで、こういう感じで、あとはもうここでついてるとこ、骨についてるところをもうこう軽くなぞってあげるだけで、そしてまた、ここの腹開けた時に、太い骨がここにも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 あるかい。この太い骨を切るのは大変やから、太い骨の
太い骨の上、太い骨が終わったところをめがけて包丁を入れます。こういう感じで反対側を同じようにひっくり返して、このラインが、中骨になるんで、そのところのちょっと上を狙って包丁を入れて、皮1枚だけ、皮1枚だけ切ります。そしたらさっきみたいに中骨を探しながら包丁を入れていきます。この中骨の感覚っていうのはよ、包丁に伝わってくっかいよ。その今硬いのがあったなっていうのは骨やかい、骨あったなっていうので包丁を入れていきます。こういう感じで。だからもうほら、もうなんていうと、骨の上を、上手に包丁が流れていっちゃうかい。あとはもうこう見えるとこは見ながら包丁入れていって、こういう感じ。流れるように切った方がよ、仕上がりが綺麗やかいよ。もう今その時点もうここまで来てるから、そしたらもうあとは、こっち側はさっき包丁、この太い骨って言ったこれの上から入れて中骨まで切ってるんで、ついてるのはここぐらいまでかな。ここはもう切れてるかい。こいつを同じごとく真ん中だけこういう感じで通していきます。そしたらもうここがついてた。よし。そしたらもうあとこっち切ってでペラッとこういう感じで身が取れます。こういう感じで、これが今日取れたニベ、でこっちが、昨日取れたニベやったけど、やっぱ今日どれのこの鮮度がいいニベは身がもっちもちしょで、透明感がものすごくあるっちゃわ、ね、全然違うやろ。この、透明感はなくなっちゃうけども、逆に透明感がなくて白身が白っぽくなっていくっちゃどんどん。でもこっちの今日のやつはもう身がまだ、身が生きしょっていうか身に弾力があって、皮剥いでしまったらマダイとかその辺と変わらんと思うとよね。でも焼き物の方が絶対美味しい魚やっぱり。明日食べるとしたらどういう？食べるとしたら、好きなのは天ぷらやったり、あと酒蒸ししたり、本当何にでも使える魚やかい。ただちょっと水分が多くて淡白な魚っていうところはあるけども、そこをうまくクリアすれば本当何にでももう、洋食でも和食でも中華でも本当何にでも使える魚なんで、ぜひ、食べてみてください。刺身にするとしたら何日ぐらい寝かせますか？刺身にするんやったら生き物の時しか食べん、俺は。新鮮な方がいい。そう、新鮮な方がいい。寝かしていい魚と寝かしても別に大して美味しくない魚って出てくるかい。俺はこのニベに関しては寝かせる必要はないのかなと。やっぱ鮮度が売りのニベかなというふうには思うな。できるだけ新鮮なものを選んで。そうやな。特に目つこうのやね。さっきの血抜きとかしっかりやってましたもんね。血抜きとかそういうのがしっかりできちゃうかい。やっぱ目つこうの魚が新鮮でいいと思います。じゃあぜひ名津の魚見かけたら、ですね、名津の魚見かけた時はぜひ手に取って食べてみてください。ありがとうございました。こっちこそありがとうございました。